伸びる50代、みんなやってる。皆さんこんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ。3400万円自己投資する人生学校が、早く読んでおけばよかった。最高と感じた本だけを約10分でまとめます。今回は、松尾和也先生の50代から実る人、枯れる人です。では早速究極の目次からいきましょう。1、なぜ50代が一番大事なのか。2、理想の実る50代になるために今からしなければならないこと。究極のランキング10選。今回理想の実る50代になりたい人必見。850名を超える講師陣のネットワークを築いたり、幅広く講演研修をされている先生がまとめてくれているんですよ。今日の動画はすごいですよ。この動画1本に人生学校の思いをしっかり込めました。有料級です。それでは本題行きましょう。1、なぜ50代が一番大事なのか。50歳を過ぎる頃って人生でめちゃめちゃ大事な時期です。なぜかというと、責任の大きな仕事、子供の教育の総仕上げ、親の介護、見送りなど大きなイベントが嫌が応でも迫ってくるからです。何も考えずにただただ身を任せたままで良いのかというと、ちょっとまずいかもですよというのですね。特に50代の中でも55歳くらいになると仕事もこれまでとは違った変化が出てきます。例えば給与が3、4割減らされる、別会社へ転籍になる、自分の部下が上司になる。そうすると徐々に社内からなんとなく早く去ってもらいたいわという圧力をね、感じるようになってきたりするんです。50代って人生において大きな分かれ目になるめちゃめちゃ大事なタイミングなんです。だからこそ40代、最低でも49歳までにはしっかり準備しておきたいところです。2、理想の実る50代になるために今からしなければならないこと。究極のランキング10選。第10位、家族との温度を高める。50代までに家族との温度高めておく必要があります。なぜなら多くの場合パートナーと結婚して20年とか経って空気のような関係になって会話も薄くなってしまっているケースが多いんですね。この頃には子供も成長して精神的に親離れもしています。親密な会話ってほとんどなくなってしまいがち。さらにあんなに元気だと思っていた両親の健康にも変化が見え始める頃でもあります。こんな時だからこそ両家の家族と丁寧に付き合っておく必要があります。そうしないと今後の人生で大きな後悔を残すことになります。今までパートナーと喧嘩したこと、子供にムカついたこと、親の看病をしていること、これらすべていつかただただいてくれるだけでありがたかったと思う日が来るものなんです。だから今こそ家族との温度を高めることが大事なんです。では家族との温度を高めるために最も大事なポイントは何かというと、驚くほどシンプルです。それは丁寧に話を聞くです。パートナー、息子、娘、両親、それぞれ丁寧に話を聞く。できていますか？ただ丁寧に話を聞く。これだけでお互いの関係性は温まります。そうは言ってもね、ある日突然丁寧に話を聞くようになったら何か企みでもあるの？って驚かれますので、例えば月に1回家族で食事に行って話をじっくりする習慣を作るというのはどうでしょう？丁寧に話を聞く絶好のいいきっかけになるはずです。こんな感じで提案してはどうでしょうか？ちょっと来月から家族で毎月軽く食事行かない？例えば第4金曜日とかどう？第9位、仕事の合間に体を動かす。50代の生活習慣は確実に10年後、60代以降の健康に大きく影響します。だからこそ仕事の合間に体を動かす習慣、今からつけておきたいところです。
完治の見込みがない病気などで余命が限られた方に対して人生の最後を穏やかに迎えるための緩和ケアを行っていらっしゃる大津修一先生は言います。患者さんが死ぬ時に最も後悔することの一つは健康を大切にしなかったこと。ちなみに著者の松岡さんは仕事の帰りなどちょっとした合間にスポーツクラブで20分のストレッチ、20分の腹筋、腕立て、スクワット、20分程度の有酸素運動を定番にしているそうです。スポーツクラブに通っている多くの人は実年齢より10歳以上若く見えますよね。アクティブで前向きな人が多いはずです。仕事の合間など隙間時間に体を動かす習慣は継続しやすいはずです。まずは週1回、来週あたりに最寄りのスポーツクラブ予約してみませんか？一度習慣ができたら途中からは自宅でトレーニングする形に切り替えるというのもありですしね。習慣ができるまでは一旦予約してみて体を動かす環境を先に作ってしまうのがおすすめです。第8位、付き合い貧乏をやめる。持っている他人の名刺の数がなんとなく自分の価値を決めているような感覚になったことありませんか？ですが実際に人間関係って量より質ですよね。50代になる前に付き合い貧乏、これやめる必要があります。ただただたくさんの人と付き合っていた若い頃と比べて少し社会の窓を閉じるくらいの方がバランスが良くなってくるんです。ハーバード大学が1938年からなんと約80年という史上最も長期間724名の男性を調査した研究で出た結果があります。それは私たちを健康に幸福にするのは良い人間関係に尽きるです。結局健康と幸福って良い人間関係なんです。特に50代で良い人間関係に恵まれていると、70代、80代、健康で幸せを実感している比率がかなり高いという研究結果もあります。50代の人間関係、めちゃめちゃ大事なんです。これを機に自分に対してこんな質問を投げかけてみませんか？自分にとって本当に大切な人って誰だろう？第7位、明日の準備だけ怠らない。ずーっと先のことばかり心配していては前に進めません。先のことについて考えることは大事かもしれませんが、心配しすぎは禁物です。結局のところ、明日の準備だけを怠らないことが大事なんです。明日という未来をしっかり過ごすことで、その先の未来は積み重ねで出来上がります。これは歌舞伎役者の坂東玉三郎さんの言葉です。遠くを見ない、明日だけ見つめる。50代って仕事上どうしても長期計画を求められるので、長期的な視点の答えを考え続けることに追われがちです。ですが、そうは言っても結局のところ明日の準備だけしっかりして翌日気持ちの良い朝を迎えることが何より重要なんですよね。明日の準備が整っているとゆっくりした所作が生まれます。ゆっくりしたリズムは自律神経を整えて気がつけば遠くまで歩いていけるような体質に変えてくれます。先がどうなるか誰にもわかりませんが、まずは明日がいい一日になるように準備する。ぶっちゃけこれだけで OK なのではと思います。第6位、目には見えない報酬を稼ぐ。目には見えない報酬って何かというと、例えば仕事を通じて能力が高まること、人間的成長ができることなどです。目に見えるお金とか評価ってついつい一番先に求めてしまいがちですが、それよりも先に能力が高まったり人間的成長ができる、それに仕事自体が今あることがそもそもの報酬なんだわなんて思えるようになれば、やがて目に見えるお金とか評価も自然に増えていくものです。50代は目先だけではなく、ちょっとした奥深さを考えられるようになる年代でもあります。第5位、楽しい方を選ぶ。
50年近く生きていると、自分の好きなこと、嫌いなことってだんだんはっきりしてきます。若い頃は嫌いな人や苦手な仕事でも多少我慢して対応することってぶっちゃけありますよね。ですが、50代になったらもう辛抱する必要はありません。自分が好きで楽しく感じることを率先して選んでいいんです。もし人から何と言われても構いません。著者の松尾先生の周りで活躍している、いわゆる実っている人を見ていると、ある共通項があるそうです。何かというと、それはいつも楽しそうです。自分が好きでたまらない、関心の高い仕事や物事を選んでいるからです。例えば、松尾先生の長年の友達で、日本で唯一博士号を持つゴルフレッスンプロの安藤さんという方がいらっしゃるそうですが、この方はゴルフ理論を語り出したら、誰か止めてというぐらい熱く語られるそうです。もし自分が何が好きなのかはっきりしていないという場合は、今自分は何が好きなのと自分に質問して出てくるものを20個くらい紙に書き出してみると面白いですよ。そしてその中から今すぐ取り組めそうなものを一つだけ選んで自分が本当に好きなことやってみませんか？ 50 代になったらもっと楽しくガンガン働いてもいいし、遊んでも恋をしてもいいんです。そしたらあなたから楽しそうなオーラが出て必ず実る人になります。第4位、サボり名人になる。勤勉を超えるスキルってないかもしれませんが、中年を過ぎたら逆にある意味のサボりというのを覚えるのも大事だったりします。ちょっとした隙に昼寝をしたり、本を読んだり、コーヒーを飲んだりして、サボって一服する習慣は確実に人生にゆとりと活力を与えてくれます。これこそ長期的に元気に楽しく毎日を充実させるコツなんですよね。また同じく50代になったらスケジュール帳の 30% くらいは意識して時間を残しておくようにします。すると、ふとした時に新しい種をまくための予定を入れることができます。50代になったらサボり名人になって人生にゆとりを作ること大切です。人に任せられることは任せたり、いっそのこと、今月予定が入っていた気の乗らないお誘いは断って、たまにはスケジュール開けてみませんか？人生は隙間を意図的に作ることで、ほぼ決まっていたルーティンが変わって、人生が変わり始めることがあるんです。第3位、損得を超えて行動する。50歳を超えたら、損得計算ばかりしない。これ大事です。なぜなら、自分の損得を超えて社会のために、次世代のためにって行動している人は、めきめきと実り出すからです。著者の松尾先生自身が、そういった実り出す人をたくさん見てきたそうです。人は一見、損と思えそうなことを選べる人間に対して魅力を感じちゃいます。例えば、電車の乗り降りでも、お先にどうぞ。人の失敗も私の責任です。利益を分配するときでも、多くお取りくださいね。とかですね。ザ50代の余裕です。例えば、毎日ウォーキングをしながら街のゴミ拾いをしていたら、あの人は立派な人だなんて称賛されるかもしれません。このように一見損を選べる人ってさらに心に余裕を持てるようになります。逆に損得計算ばかりしてしまう状態って常に何かと戦っていて競っている状態なんですよね。するとお金がいくらあったとしても老後に不安を抱えてしまう人になってしまいがちです。人生の中間を過ぎたら自分だけ勝ち残ろうよりあの人に花を持たそうくらいの方が結局回り回って実る人生になるのかもしれません。50代は損得を超える人格になりたいものですね。第2位、潜在意識をフル稼働させる。50代っていろんな経験を得て潜在意識が成熟してくるんです。こんな時期に潜在意識をフル稼働させない手はありません。改めて本当に実現させたいイメージをこれを機に
ありありと強く念じて心に刻み込みたいところ、本当に実現したいイメージをありありと描く。これめちゃめちゃ効果のある方法なんです。ですが、松尾先生が長年の経験で分かったことがあります。それはいくら強く念じても行動を起こさないことには実らない。ありありと念じて動く。この繰り返しです。50代以降、特に大事なんです。第1位、リフレーミング。リフレーミングというのは、物の見方を再設定するということです。どういうことかというと、一見マイナスに思ったことでも、考え方をプラスに置き換えるということです。これ50代は最も重要なスキルと言えます。なぜかというと、50代はいろんなことが起こるんです。その時の物の見方でズバリ人生が決まってしまいます。例えば、松尾先生はこんな経験があるそうです。ある日、交通安全祈願で有名なお寺に参拝したまさに帰り道。普段は何もない場所に誰かが看板を置いていて、気づかずに自分の車を運転していて擦ってしまったんですね。とっさに頭の中で、なんてことだ。交通安全の祈願したのに、すぐに車を傷つけるなんて、一体誰がこんなところに看板を置いたんだ。怒りの感情が湧いてきたんですね。ですが、ここで頭の中で再設定し直すんです。こんな感じです。交通安全祈願のおかげで最小限のトラブルで済んだかもしれない。これで済んでよかったよかった。頭でとっさに出てきた思いは変えられませんが、考え直すことって誰でもできるんです。日々いろんなことが起こります。ですが、その度に自分には良いことしか起こらないという視点で物事を見てみると、物の見事に考え直すことができます。もし今50代で充実していないななんて思った時は、こう考えてはどうでしょう。今から人生を充実させるために、これからやることをたくさん残しているんだわ。このリフレーミング、物の見方の再設定、運のいい人って必ずというほどみんなやっています。なぜなら運がいい人はいかなる時も自分にとって悪いことは起こらないからです。過去動画の科学が突き止めた運のいい人究極のまとめも参考になるはずですので見てみてくださいね。このリフレーミング、物の見方を変えることができれば今からすぐ充実した50代を送ることが必ずできます。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。いつもご覧いただいてご登録いただいていないあなた、応援の意味でもぜひポチッとね、チャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の50代から実る人、枯れる人、興味のある場合はぜひ手に取ってね、ページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは物の見方を変えることで50代から実る人に必ずなれます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。